2023年7月1日、世界有数の SNS が、その日の大半、事実上使えなくなりました。表示回数に厳しい上限がかかり、画面から流れが消えたのです。城は立っていました。門も開いていました。しかし中にそれを支える兵は、もうわずかしか残っていませんでした。第32系、空城系。ただし今日は、この系が成立しなかった話です。兵を8割退かせても、城は立ち続ける。そう見えた時期も確かにありました。では実際には何が起きていたのか。この動画では8割の兵を退いた城で実際に何が起きたのかを、障害の記録と広告売上の数字で検証します。先に申し上げます。これは成功談ではありません。そしてもう一つ、削減と障害の因果をこの動画は証明できません。示せるのは減らした、増えた、止まった日があるという並びだけです。色分けです。金は経営440億ドルでこの城を買い取り、直後に兵を退かせ始めた側です。灰は城そのもの、毎日膨大な投稿を世界へ流し続ける巨大な仕組みです。白は利用者と広告主。そして白は原点の空城系になかった役を演じます。城を試す役です。前提を一つだけ。この種のサービスは作って終わりではありません。落ちたサーバーの復旧、溢れる迷惑行為への対処、古びていく仕組みの更新、積み上がる細かな修正、毎日の保守が動いているという状態を作り続けています。つまり、動いていると維持されているは別物です。そして維持の厚みは平時には外から見えません。薄くなったことも同じように見えないのです。遡ります。2023年。城の不具合は目に見えて増えていきました。表示の乱れ、機能の停止、接続の不安定。要因として指摘されたのは、大量解雇、中核の技術者を含む、と外部連携の変更、そして費用の削減です。指摘は指摘であり、証明ではありません。ただ、不具合の数が増えたこと自体は記録に残っています。外から見えるのは、その頻度という表面だけです。その前年から兵は退いていました。買収前、およそ7500人いた従業員は、2023年4月までにおよそ1500人へ。8割の削減です。サービスの規模も利用者の数もそのままです。減ったのは支える人手だけでした。会場は数度の波で進み、残ったものの持ち場はその度に広がり続けました。さらに遡ると起点があります。2022年10月。440億ドルでの買収完了です。巨額の買い物は巨額の重さを伴います。買収の直後から費用の削減は最優先の課題になりました。兵を退かせる判断はこの重さの下で行われたのです。そして起点の直後を公平に見ます。8割の人員が去ってもサーボスはすぐには崩れませんでした。投稿は流れ、画面は動き続けました。案外あの人数はいらなかったのではないか。そう見えた時期が確かにあったのです。城の中の仕組みは頑丈で、イさんはしばらく持ちこたえました。この静けさをどう読むか。答えの候補は後の図で並べます。原点の空城系はこうです。兵のいない城の門を開け放ち、悠然と噛まれることで敵に罠だと思わせて退けた。成立の条件はただ一つ。相手が試さなかったこと。要点はこうです。からの城は疑われている間だけ立っている。空城系、成立の条件を一つだけ確かめ直します。相手が試さないこと、それだけです。この話では、門は開いたまま、兵は8割減り、外見は保たれていた。形だけなら条件通りに揃っていたのです。揃わなかったのは結果でした。なぜか、鍵は相手の性質にあります。この系の要点は、相手の心理に働きかけることです。何かあるはずだという疑いが敵の足を止める。つまりこの系が効くのは相手に疑うという機能がある場合に限られます。この城を試したのは悪意ある攻撃だけではありません。毎日の当たり前の利用そのものが休みなく続く試験でした。そのどちらも疑うことを知りません。心理に働きかける系は心理のない相手には何も立てられないのです。時間軸には一つの読み方があります。削減から不調まで間があった。
それを前任者たちの作り込みが持ちこたえていた時間と読む読み方です。そう読めば、静けさと後の不安定は一続きに見えます。ただし、別の読み方もあり得ます。複合的な要因がたまたまこの順に並んだだけかもしれません。だからこの図は日付を順に並べるところで止めます。あの日を拡大します。2023年7月1日、表示回数への厳しい制限がかかり、利用者の報告が急増しました。制限は公表された事実です。その日の大半、城は事実上使えませんでした。門は開いている。城も立っている。しかし、城の用をなしていない。記録として確かなのはここまでです。冒頭の約束をここで確認します。人員削減と障害の因果は外部から厳密には証明できません。大規模なシステムの不具合には常に複数の要因があります。私たちの手元に確かにあるのは並びだけです。減らした、増えた、止まった日がある。この並びをどう読むかは皆さんの判断に委ねます。答え合わせです。少なくとも原点のようにはこの計は機能しませんでした。門は開き続けたのに使えなかった日が記録に残ったからです。原点の主人公が相手にしたのは疑い深い一人の敵。この城が相手にしたのは毎日押し寄せる無数の利用でした。人ではなく量が相手だったのです。それが1800年前の計を現代に持ち込んだ時の答えでした。そしてこの試みの代償は帳簿に刻まれています。2023年の広告売上は約25億ドル、45% を超える減少です。広告主の判断に単一の理由を特定することはできません。ただ、不安定さが広く伝えられたその年に、この数字が並んだ。並びとして、それだけをここに置きます。数字は、どの説明よりも静かで、どの説明よりも重いのです。空情景、総括します。空の城は、相手が試さない時にだけ立っている。教訓は一つです。動いているから大丈夫と、維持されているから大丈夫を混同しないこと。日本企業なら人員を減らした部門がまだ回っているとき、それが今の体制の実力なのか、過去の蓄積の余熱なのかを区別して測るべきです。空の城は試されれば落ちる。ならば相手の城の中に割れ目を探す計はどうか。反関係。その前にこの計の掟を3行だけ置いて終わります。門を開けるのは一度きりにせよ。二度目は必ず誰かが入ってくる。そして空だと知れた城にはもう誰も来ない。